他人には絶対に理解されない大切なものをあなたは持っていますか？遡ることおよそ31年前の1991年、舞台はアメリカ・ウィスコンシン州。ある男性から男に手錠をかけられ殺されかけたという通報があり、警察官2名が現場となる家に急行しました。玄関のベルを鳴らすと中から白人の男が現れ、落ち着いた様子で答えました。悪ふざけで手錠をかけただけです。しかし警官はあることに気がつくんです。それは部屋から漂うただならぬ腐敗臭。警官が無理やり中に入ろうとすると男の態度が急変し、激しく抵抗。幸いすぐに男は取り押さえられました。そして警官は悪臭を放っていた冷蔵庫を開け、おぞましい光景を目にしたんです。冷蔵庫の中身は11人のバラバラ死体だったんです。90年代初頭の全米を震撼させた連続殺人事件。男はなぜ殺人をし、その死体を保存していたのか。そこには孤独な人生を歩んだ男の葛藤があったんです。おさす、オムライスはケチャップ多めです。ケンちゃんです。あんた最初の挨拶大体食べ物だよね。タミコです本日皆様にご紹介するのは、あの有名な映画羊たちの沈黙のね、レクター博士のモデルにもなった男と言われている連続殺人鬼ジェフリー・ダーマーについてなんです。この男11人と一緒に暮らしてたってこと？これ11人の遺体とね、うん共に生活してたということで、想像してみてください。無理だわ。何が好きでそうなる？まあでもね、好きは否定できないんですけどね。前も言ったんですけど、好きなのはいいんですよ。もう死体が好きとかね、遺体が好き。だからといって人を傷つけるってのはまた違うじゃないですか。もうそれを逸脱してるやつ、みんなアルゴメントで取り上げていますよ。とは言いつつもね、ただ僕らも否定するだけではなく、彼の心のね、中にある闇っていうのは一体何がきっかけで人を殺すとかね、そういう蛮行に至ったのかっていうのをね、早速見ていきたいと思います。殺人衝動。遡ること44年前の1978年、アメリカのウィスコンシン州ミルウォーキーが今回の舞台。高校を卒業したばかりの18歳の少年ジェフリー・ダーマーはドライブ中に一人のヒッチハイカーを拾いました。彼の名はスティーブン・ヒックス、19歳の黒人の青年でした。ジェフリーとスティーブンは年も近いこともあり、すぐに意気投合。ジェフリーは酒を飲まないかとスティーブンを自宅に招待しました。こうしてジェフリーの自宅で2人は楽しい時間を過ごします。数時間が経ち、スティーブンは父親の誕生日を祝うためにそろそろ帰宅するよとジェフリーに告げました。オッケー、玄関まで送ってくよ。そしてジェフリーは帰り支度をしていたスティーブンに何かを手に持ち、背後から近づきます。そして頭に向かってダンベルを振り下ろしたんです。いきなりどうしちゃったの？意味わかんないんだけど。ジェフリーはですね、決してね、初めから殺意を持って近づいたわけではなかったんです。スティーブンとね、接するうちにある感情が芽生えてきたんです。なぜジェフリーは知り合ったばかりのスティーブンを殺したのでしょうか。その理由は彼がこれまでに送ってきた青春時代にまで遡るんです。思春期の頃、ジェフリーは端正なルックスの持ち主でした。しかしどういうわけか異性との付き合いもなく、それどころか男性の友人も一人としていなかったんです。それは彼が自分は他の人とは違うと考え、他人とのコミュニケーションを恐れていたから。他の人と違っていた点、それは同性愛者であること。実はジェフリーがスティーブンに暴行を加えた時、ジェフリーはスティーブンに一目惚れしてしまっていたんです。人生で初めて他人と楽しい時間を過ごした彼は舞い上がっていました。そのためスティーブンが帰ると言い出した時に、ジェフリーはこの時間を終わらせたくない、彼を返したくないと強く願い、スティーブンを殺してしまったんです。どういう流れ思考？なおさら私理解できないんだけど、好きなのに殺しちゃうわけでしょ？ただ当時はですね、今よりも性的マイノリティに対して理解がなくてですね、より孤独をね、感じるような環境だったんです。だからね、余計に寂しさっていうその感情に対して敏感になっていたんです。そしてこの後ジェフリーが取った行動を見ていくんですけど、内容がかなりショッキングになっておりますので、この先を見るに心してというか、注意して、見ていくんですよ。突発的に殺人を犯してしまったジェフリーは完全に理性を失っていました。スティーブンが気を失ったのを見ると、なんとそこから首を絞め、彼の息の根を完全に止めてしまうんです。そして完全に動かなくなったスティーブンの遺体とちょめちょめをしたんです。
ジェフリーはナイフで彼の腹を裂いて飛び散る血を全身で浴びながら取り出した内臓を床に並べていきました。そしてその上を転がりながら性的な興奮を満たしたんです。この殺人の後、ジェフリーは死体をすぐには廃棄せず完全に腐るまで家に置いて保存していたというんです。初めての殺人を終えたジェフリーは欲望を満たすことができた一方で、好きになった人を自らの手で消してしまったことを激しく後悔。それでも一度味わってしまった快感を忘れることはできませんでした。こうしてジェフリーは殺人の魅力に取りつかれてしまうんです。この時の死体を保存するという行為はこの後の犯行でも見られ、殺人者としてのジェフリーのお決まりの行動となっているんです。死体を保存するとかさ、見つかったらもちろんやばいしさ、臭いでしょ絶対。何がいいの？ジェフリーはね、うん好きな人を殺してしまった罪悪感から死体を遺棄するっていうね、うん判断がつかなかったのかもしれないですね。最初の殺人から9年後の1987年、この時のジェフリーは27歳。彼は殺人の衝動を抑えるため酒を浴びるように飲み、アルコール依存症になっていました。夜ごとゲイバーに入る生活に明け暮れていたんです。そんなある日のこと、ジェフリーはゲイバーのコックだった24歳の青年をホテルに連れ込みました。アルコールを飲みすぎてしまったジェフリーはその翌朝目を覚ますと昨晩の記憶がないことに気がつきます。確か男を連れ込んで一緒に飲んで、それからふと横のベッドを見るとコックの青年が横たわっていました。おい、昨日一体何が？そこまで言いかけてジェフリーは連れ込んだ青年に視線を移し驚愕するんです。なんと青年はすでに死んでいたんです。実はジェフリーには殺した記憶は全くありませんでした。しかしジェフリーが今まで抑え込んできた殺人への欲求とこの状況を見れば自分がその男を殺したことは明らか。ただこの後のジェフリーの行動は至って冷静だったんです。まず近くの商店でスーツケースを購入し、ホテルに戻って死体を詰め込みます。そして人目のつかない祖母の家の地下室まで運び証拠を隠滅したんです。殺しても隠せばいいんだ。このように突然の出来事にうまく対応できたことでジェフリーは殺人鬼としての自信をつけてしまうんです。殺人衝動を抑えるためにさ、お酒飲んだって聞いて、なんか罪悪感とか持ってたのかと思ったけど、全然そんなことないじゃないのよ。いや本当にそうなんですよね。ジェフリーはね、本当に9年間我慢してたんですけどね、この事件をきっかけにね、殺人衝動がね、解放されてしまったんです。欲望のままに。ここからのジェフリーは欲望のままに犯行を重ねていきます。同時にジェフリーは無駄のない殺害方法を確立していったんです。もっと別のとこで努力すればいいのにね、本当に。その方法とは睡眠薬を飲ませて意識を失ったところを絞め殺し、死体はバラバラにしてゴミに出すこと。このやり方で次々と男性たちを殺していくジェフリー・ダーマー。しかし彼の欲望に終わりはありませんでした。ジェフリーは犯行を重ねるごとにその猟奇性をエスカレートさせていくんです。今までの殺人では満足できなくなったジェフリーが次に行ったこと、それは死体を食べること。ジェフリーはある時いつものように遺体をバラバラにすると、その肉片をおもむろに口に運んだんです。嘘でしょ。恐ろしいです。なんでこんなことするの？まあね、やっぱ好きな人っていうのを体内に取り込みたいみたいな彼なりのこう欲求があったんですよ。ここまでね、彼の残虐な犯行をね見てきたんですけど、これにはね、彼の壮絶な過去が関係していたんです。ジェフリー・ダーマーは1960年、父ライオネルと母ジョイスの長男として誕生しました。父は息子に関心がなく、母は精神が不安定で子育てどころではありませんでした。そしてジェフリーが高校の時に両親は離婚。この時引き取られたのは弟のみで、ジェフリーはある理由によって両親から見捨てられたんです。その理由は彼の異常すぎる趣味が関係していました。その趣味とは動物の死体集め。彼は外に遊びに行くたびに動物の死体を収集していたというんです。そんな息子を気味悪く思い、両親はジェフリーの親権を放棄しました。確かに気味が悪いかもしれないけど、自分たちの息子じゃないのよ。まあ、ひどい話ですよね。このようにね、愛情を受けたことのないジェフリーは自分の心の、ね、隙間を埋めるためにある行動に出るんです。愛情を受けたことがないジェフリーは意中の相手との時間を永遠のものにするべく何度も人を殺してきました。しかしそんなことで彼の心の穴を埋めることはできなかったんです。そして好きな人を殺しても満たされないことを悟ったジェフリーが作ろうとしたもの、それはゾンビだったんです。ジェフリーの言うゾンビとは自らの意志を持たない人間のこと。彼は他人をコントロールし支配下に置くことで心を満たそうとしたんです。そしてゾンビを作るためジェフリーが思いついた方法はロボトミー手術だったんです。出たわね、ロボトミー。これやばいっすよね。メトラのね、皆さんだったらね、結構知ってる人も多いんじゃないでしょうか。というのもね、僕らの動画でも前ね、取り上げたことがあるんですよ。ただね、ロボトミー手術、知らない方もいるんで、というわけでね、本日のメトラキーワード、ロボトミー手術について。
ロボトミー手術とは、かつて行われていた精神外科手術の一種。脳の神経繊維を切断し、精神病を改善できるというもの。実際に効果があった一方で、人間としての感情を失うという副作用が明らかになり、現在では世界中で禁止されているんです。第35代アメリカ合衆国大統領ジョン・ F ・ケネディの妹ローズマリーは、気分の浮き沈みが激しく暴力的な性格でした。手を焼いていた父親は彼女にロボトミー手術を受けさせるんです。その結果、ローズマリーは人としての感情を失い、廃人となってしまったんです。ジェフリーがロボトミー手術に目をつけたのは、この副作用を知ってのことでした。人としての感情を奪い、自分の言いなりになるゾンビを作る。それこそが彼が求めるものだったんです。そして恐ろしいことに、ジェフリーは1991年4月と5月の計2回ロボトミー手術を行っているんです。ところでジェフリーはそんな難しい手術をできるだけの技術を持っていたというんでしょうか。そんなはずはない。彼が行ったのは自己流のロボトミー手術だったんです。自己流？その方法とは、脳に塩酸を流し込むこと。ジェフリーは手術のために拘束した男の頭蓋骨に穴を開け、中に塩酸を流し込むというおぞましい方法でロボトミー手術を実行しようとしたんです。1回目の手術は当然のように失敗し、被験者は死亡。そして続く2回目の手術で事件は起こります。その日、14歳のラオス人の少年を自宅へ連れ込んだジェフリーは2度目のロボトミー手術を実行しようとしていたんです。ただこの時のジェフリーは油断していたのか、少年が睡眠薬で眠ったのを確認すると、そのままビールを買いに家を出ていくんです。危険を察知していた少年は実は完全には眠っておらず、ジェフリーが外出したのを見ると朦朧とする意識の中、なんとか立ち上がり脱出。少年は必死の思いで近所の住民に助けを求めました。助けてください、手錠をかけられて殺されそうなんです。不審に思った住民は警察に通報を受けた警察はジェフリーの家に急行しました。そこへビールの買い物を終えたジェフリーが帰宅します。そして警察に問い詰められた彼はこう答えたんです。僕らは恋人同士なんだ。血は喧嘩で騒がせてしまってすいません。なんと警察はこの話に納得し、そのまま帰ってしまうんです。バカもう。なんでこのガバガバな犯行で捕まえらんないのよ。警察本当にもう無能じゃない。本当におっしゃる通りで、ジェフリーっていうのはですね、本当に行き当たりばったりのね、犯行が多かったんですよ。だから警察が油断しなければね、捕まってる可能性全然あるんです。でもなぜね、この時代のアメリカで、ジェフリーはね、こんなにも行き当たりばったりの犯行でもバレずに済んでいたのか、皆さん気になりませんか？その理由は当時のアメリカの社会事情にあったんです。野放しの殺人鬼。ジェフリーは生涯で17名の命を奪っているんですが、その犯行計画はどれも緻密とは言い難いものでした。なぜ彼はここまで捕まらなかったのか。その理由の一つ目は人種問題。被害者の多くが黒人など有色人種だったため、行方不明者が出ても警察は喧嘩によるトラブルと考えて十分な捜査が行われなかったんです。二つ目は同性愛者に対する差別意識。1990年代のアメリカでは現在よりも性的マイノリティに対する認識がなく、同性愛者というだけで蔑まれる時代だったんです。先ほどの14歳のラオス人少年の件でも、ゲイカップルによる血は喧嘩と聞いた警官は笑い話のネタとして同僚たちと一緒にバカにしていたんです。つまり当時のアメリカへの社会的弱者への差別意識も連続殺人犯を野放しにする一因となっていたんです。これで亡くなった人たちが浮かばれないじゃない。そうですよね。人の命をね、守るっていう、そういう意識がね、弱いんですよね。まあ、ここまでね、そんな警察でもね、ついにジェフリーの犯行をたどり着くってことができたんです。ミルウォーキーの食人鬼。1991年7月22日、ジェフリーはいつものように黒人男性を家に連れ込んでいた。この日も彼は例のごとく自己流のロボトミー手術を行うつもりでいたのだ。しかし睡眠薬の効果が思うようには効かず、捕まった男は脱走することに成功。彼の通報を受けた警察官2名がジェフリーの家を訪ねる。玄関のベルに反応したジェフリーは少しだけドアを開くと、警察官に向かってこう言い放った。彼が僕に手錠をかけられて殺されそうになったって？嫌だな、おまわりさん。悪ふざけで遊んでいただけですよ。しかしジェフリーがいくらごまかそうとも隠せない事実がこの家にはあった。そう、ドアの隙間から漂ってくる腐敗臭。不審に思った警察官は抵抗するジェフリーを取り押さえ、部屋の中へ突入。異臭を放つ冷蔵庫から発見されたものは11人のバラバラ死体だった。最後はすっごいあっけないわね。そうですね。警察はね、匂いに気がつくまで半信半疑だったそうで、遺体がね、もしそこに置かれてなかったらね、バレずに済んだ可能性も十分にあったんです。
17名もの命を奪ったジェフリーの犯行は全米に大きな衝撃を与えました。彼の犯した猟奇的な殺人事件は連日報道され、ジェフリー・ダーマーはミルウォーキーの食人鬼と呼ばれるようになるんです。同時にマスコミは警察のずさんな捜査をやり玉に挙げました。全米で警察に対する反感が高まり、ミルウォーキーで開かれた犠牲者の追悼式では有色人種差別を訴える人々による暴動が発生。ジェフリーの犯した一連の事件は国全体を巻き込み、社会問題へと発展していきました。全米の注目が集まる中行われた裁判の判決は936年の禁錮刑。しかしジェフリーはこの時裁判官にある意外な要求をしていたんです。その要求とは自身への死刑判決。やけになっちゃったのかしらね。なんかそれともなんか罪の意識があったのか。それについてはですね、元 FBI 捜査官とジェフリーのやり取りからいろいろ考えさせられるね、ことが出てくるんです。罪の意識について尋ねられた際にジェフリーはこう答えているんです。こんなことはしてはいけないという思いが消えたことはなかった。1994年11月28日、ウィスコンシン州のコロンビア連邦刑務所に収監されていたジェフリーは意外な最後を迎えることになるんです。彼は複数の囚人に混じって刑務所内のシャワールームを掃除していました。その最中のこと、一緒に掃除をしていた囚人に殺されたんです。その囚人は黒人でした。そしてこう証言したんです。私は神の子であり、父から殺すように言われた。実際の動機は明らかにはなっていないんですが、黒人を多く殺していたジェフリーに対する恨みだったとも言われているんです。人から愛されることを知らず、それゆえに人の愛し方を間違ってしまったジェフリー・ダーマー。僕はジェフリーの生き方に恐ろしさを覚えた反面、心の拠り所を失った人間の脆さを表したような物悲しさも感じさせられたんです。いやー、というわけでね、ヤミゴさん、先日ね、リリースしたね、僕たちのね、アトリエのショップですよ。アトリエ。ムーントリップ。うん。もうね、皆さん買わなくていいです、グッズは。僕がこう、目指してるのは、絵を見に来てほしいんですよ。サイト内にギャラリーっていうのを作って、絵をね、楽しめるようにしたので、僕の大好きなこう原田千秋さんと一緒に考案して作ったんですけど、この歩み寄りっていう絵で、今こういうご時世なんでね、争いとかっていうところに対する、ちょっと僕らなりのね、今のこう世の中を鑑みて、What are our hands for? ってところで、私たちの手は一体何のためにあるんだっていうね、そういうものでこうね、スマホケースとか、あとスマホリングとか、ね、こういうね、これめっちゃ可愛くないですか？これクッションとかね。あるんですけど、グッズショップじゃないんですよ。グッズショップって最初目打ってたんですけど、なんか別にそこじゃなくて、絵を見に来てほしいなっていうところなんで、これ以外にもね、他にも絵あるんでしょ？そうそう。歩み寄りとか、物差しとか、しがらみって言ってね、いろんな絵があるんで、ぜひぜひね、見に来てください。こんなんもある。私なんかインスタグラムでさ、ステッカー買いましたとか、ステッカースマホの裏に入れましたとか、すごい今広告出てるけど、みんな本当になんか自分なりに使ってくれてね、本当嬉しい。でもやっぱ原田さんの絵とかね、今後いろいろこうイラスト出てくるんですけど、マジで一個一個意味を込めてるんで、アルゴメトリの世界観が好きな人はね、めちゃくちゃハマると思うんで、もしよかったらね、アトリエムーントリップにね、来ていただけると嬉しいです。ムーントリップのリンクは概要欄と固定コメントにあります。あと終了画面に入れるわ。